こんにちは、福友です。待ちに待った Galaxy Z Flip 7が届きました。今回はそんなわけで届きたてほやほやの Z Flip 7の設定だったりだとか、あとはフリップ用に購入したアイテムもあるので、そちらについても紹介していきます。今まで使っていた Z Flip 5との比較などの機能的な面の紹介については、前回の動画で紹介しているので、そちらをチェックしてみてください。こっちかな。はい。まずは Z Flip 7の設定からなんだけど、データの移行は終わっていて、アプリだとかもろもろ入っている状態です。そんなアプリの中でも機種変更したら真っ先に設定するアプリが2つあるんですけど、まず1つ目が Nova Launcher ですね。これ何のアプリかというと、こんな感じでホーム画面をカスタマイズすることができます。例えばデスクトップのグリッド数なんだけど、こんな感じで設定することができて、実際置いてみるとこれだけ細かくねなっているんですよ。わかりますかね。あとはアプリのアイコンについても編集することができて、アイコンの大きさだったりラベルの表示非表示も変えられます。そしてもちろんアイコン自体を変えることもできるんだけど、このアイコンのデザインについてはテーマを購入することもできるから、自分のお気に入りのデザインを見つけて設定することができます。私が気に入っているのはこの LINEX っていうカラフルなやつと、あとはそれのホワイトバージョン LINEX ホワイトですね。最後に Nothing フォン風のデザインの Nothing ってやつもダウンロードしてます。ぜひ参考にしてみてください。続いて2つ目がワンハンドオペレーションプラスです。これは片手操作が楽になるアプリなんだけど、結構女性の方とか片手で操作するときにおっとと落としそうになってしまうことないですか？特に最近のスマホって大きいから、例えば通知を表示させたいときにも、この上からこうスクロールさせるとき、いちいちさここまで手届かないから、これ両手の操作になっちゃうよね。そのところをこうやってよいしょ、こうやるだけで片手操作で出すことができるんですよ。というわけで早速設定していくと、この両脇にある青い棒のところで操作するようにできるんだけど、右左それぞれにこれだけの数のね設定を加えることができるから、かなりね片手操作の幅が広がります。実際やってみると矢印がふにょんと出てきたの見えるかな。この矢印で操作をすることができるんだけど、例えば斜め上にやると履歴が表示されたり、長く斜め上にやってみるとこんな感じで画面分割を呼び出したりと、いろいろ設定ができるので、ぜひ試してみてください。続いて Z Flip 7といえば何といってもカバー画面ですよね。今回カバー画面がフルスクリーンになってます。そんなカバー画面カスタマイズ性がアップしたところが今回嬉しいポイントで、早速新規で作成していくんだけど、中でも絵文字のやつがね私的にお気に入りで、これ今までもあったんだけど、今までは色とか絵文字を変更できなかったんですよ。今回からこうやって一つ一つの絵文字を変えることができるようになったし、背景の色も好きなようにカスタマイズできるようになったので、めっちゃ可愛くて気に入ってます。で、ウィジェット機能も便利で、私の場合 Galaxy リングを使っているので、睡眠の記録を毎朝必ずチェックするんだけど、それとかもこうやってウィジェットに置くことができるので、パッと確認することができるようになりました。で、Spotify のウィジェットもすごく便利で使ってます。カバー画面で音楽が操作できるから最高なんだよね。で、カバー画面の設定で欠かせないのがこれ、グッドロックですね。これを設定しないといろんなアプリをカバー画面で表示させることができないんですよ。というわけで早速設定していきましょう。この設定に使うアプリはグッドロックです。マルチスターの中の I love Galaxy Foldable っていうののカバーランチャーウィジェットってやつを開くと設定ができます。ここにねいっぱいアプリ置いていくことができるんだけど、あんまりいっぱい置いちゃうとアプリを見つけるのが大変だったりするから、私はこれぐらいに収めてます。LINE とかよく使うアプリはサクッと立ち上げることができるようにしておくとめっちゃ便利。
ここからは Z フリップ7用に購入したおすすめのアイテムたちを紹介していきます。まずはね、もう貼っちゃってるんだけど、カバー画面はやっぱりしっかり守りたいので、シュピゲンのガラスフィルムを購入しました。シュピゲンのシュピゲンって噛むなシュピゲンのガラスフィルムは2枚入っているから失敗しても心配ないんだけど、めちゃめちゃ貼りやすいんですよ。私結構不器用なんですけど、こんな感じでガポッとはめるだけでずれることなく綺麗にフィルムを貼ることができるので、めっちゃおすすめです。続いてはこちらもすでにつけちゃっているんですが、はい、じゃーん。ギャラクシーのクリアマグネットケースを購入しました。これはね、Z フリップの同時購入キャンペーンで、ケースとかそういうアクセサリー類が半額になるっていうキャンペーンをやってたので、それで購入しました。ご覧の通り Z フリップをマグセーフ対応にすることができるんです。そんなわけでね、これを活用するために購入したのがこちらです。マジェットのスタンドです。こんな感じで真っ白で可愛いこちらなんですが、どうやって使うかっていうと、ここにピコッとはめるとこうやって伸ばすことができて、これでスタンドとして使うことができます。ただ残念なポイントがあって、 iPhone だとこのマグセーフの位置がちょうど真ん中あたりに来るからその心配はないんだけど、ご覧の通りね、結構下の位置に来ちゃうので、こうやって画面を横にした場合に倒れます。だからこうやってね、立てかけるような形でしか横画面の場合は使えないっていうのがね、ちょっと残念でしたね。ただこの反対側も磁石になってて結構強力だから、磁石が貼れるような場所に貼ればどんな角度でもしっかりぴったりくっついてくれるので安心です。続いて購入したのがこちらです。ピント合わない。よし、来た。モセンブかちょっと読み方わかんないんだけど、スマホ三脚です。これはどうやって使うのかというと、よいしょ、こんな感じでね、三脚になっておりまして、よいしょ、こうやって立てることができます。これによって最近ショート動画よく撮るので、縦撮りの撮影とかもしやすくなるなと思って購入しました。角度調整とかもこんな感じでめちゃめちゃ簡単にできるので、いろんな撮影がしやすそうでいいですね。で、使わない時にはよいしょ、折りたたんで、はい、こんな感じでわりかしコンパクトになるので、外で撮影する時とかにも便利そうだなと思って購入しました。あ、そうそう、こっちの場合はね、結構三脚でバランスもしっかり取れるので、画面を横にしたとしても、はい、しっかり立ちます。最後はちょっと前にショート動画でも紹介したんですが、こちらです。3E の三つ折りキーボードです。今回の Z フリップ7は何といってもサムスン DeX に対応したことが大きいポイントなんだけれども、そのサムスン DeX 何なのかというと、モニターだとかそういったものに接続するとパソコンのような画面が表示されるっていう機能なんだけど、私の場合はそれを X Real One Pro っていう AR グラスを使って活用してます。X リアルと Z フリップ7を接続します。そうするとこんな感じでちょっとイメージにはなっちゃうんだけど、私の目の前にはパソコンの画面のようなものが広がってます。で、それを Bluetooth で接続したこちらのキーボードを使って操作することができるよっていうことです。マウス的な役割はこの Z フリップ7の方でできて、これがタッチパッドのようになってます。この3つのコンパクトなセットでパソコン不要で作業できるの、めちゃめちゃロマンありません？今度のお盆休みには夫の実家の秋田に帰省するので、その時にはこのコンパクトなセットを持って作業しようと思ってます。今
今回は Galaxy Z Flip 7の設定だったりだとか、おすすめのアイテムたちを紹介してみたんですけど、参考になる部分はありましたでしょうか？紹介したアイテムについては概要欄のリンクに貼っているので、よかったらチェックしてみてください。いや、まだ使い始めて2日しか経ってないんだけど、感動している部分が2つありまして、まず1つ目がね、この開いた時の滑らかさ。今までの Z Flip 5だと結構ね、このポコット感、この折り目のポコット感があって、触っててもここがへこむ感じがね、あったんだけど、今回のこちら Z Flip 7についてはもう折れ目もね、ほとんど目立たないし、ここも全然触っててポコット感があんまりないんですよ、この折れ目の部分も。だからめちゃめちゃ滑らかで、もうほんと開いてると折りたたみであることを忘れちゃうぐらい、めちゃめちゃ折れ目の部分滑らかになってますね。あと感動ポイント2つ目が、やっぱこれは欠かせないよね。フルスクリーンになったこと、これめっちゃでかいですね。例えばマップアプリとかわかりやすいんだけど、こうやって表示領域がめちゃめちゃ大きくなったので、これだったらこのカバー画面だけで地図を確認するとかもできそうだなと思いました。正直ね、今までカバー画面をあまり活用しきれてなくて、基本通知が来たり何かしてもパッと開いちゃうことが多かったんだけど、これからはこの閉じた状態で LINE を返すことも快適にできそうだし、その他の操作とかもね、快適にできるようになってそうなので、どんどんカバー画面を活用していきたいと思います。これからも使っていて気づいたこととか、見つけたおすすめのアイテムとかは SNS だったりショート動画だったりでも紹介していくので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そんなわけで最後までご覧くださりありがとうございました。以上、ぷくともでした。バイバーイ。シュピゲンのシュピゲンって噛むな。シュピゲンの何回噛むんだこれ。シュピゲン。